ベラルーシとポーランド国境の移民危機は、ベラルーシが避難所に収容した移民の行き先をめぐる首脳レベルの神経戦が続いています。ただ、純粋な移民危機ではなく、移民を利用したハイブリッド攻撃の色合いを帯びていることが事態を複雑にしています。そもそもハイブリッド攻撃とは一体何なのか探ります。こんにちは、ジャーナリストの村山祐介です。今ワルシャワからお伝えしています。ベラルーシ側が移民を近くの物流倉庫へ避難させた前後ぐらいから外交フェーズに移っています。ベラルーシのルカシェンコ大統領がドイツのメルケル首相と電話で話をしたりとかというやり取りが続いているんですけれども、今のところ収束の目は立っていない状態です。移民の引き取りをベラルーシ側が求めて、それをドイツや EU が突っ張れているという構図になっています。収束を難しくしているのが EU 側が今回の事態を移民を兵器として使ったハイブリッド攻撃だと位置づけているということです。で、それがどういうものかについて、先日ポーランドの首相府が配信した動画、これが非常に分かりやすくてですね、ある意味突っ込みどころも満載なんですけれども、これを題材にハイブリッド攻撃について考えてみたいと思います。でまずタイトル、ハッシュタグ We Defend Europe、ポーランドは EU の防衛線であるという意味ですね。でこの動画配信されたのは、ポーランドのモラビエツキ首相が EU 各国への外遊に出る直前で、EU の結束と支援を求めるメッセージとして英語で作られたものです。つまりポーランドだけじゃなくて EU 全体の問題だということを訴えているものです。Because Europe, our common home, is threatened. At this very moment, a hybrid war is taking place. でここでハイブリッドが出てきます。でロシアのプーチン大統領が裏で支えているともはっきり言っています。でこのハイブリッド攻撃というのは、通常の軍事力とそれ以外、民兵などの非正規軍やサイバー攻撃、情報戦といったものを組み合わせた攻撃を指していまして、2014年のロシアによるクリミア併合で注目を集めました。で今回は一体どうなのか、ワルシャワ大の政治学の講師に聞きました。The use of civil population for the purpose of advancing geopolitical goals or to destabilize or to attract attention to geopolitical problems is a way to really certainly understand this as a form of a hybrid attack. ではその目的は何か、動画はこう続きます。 From a distance, these events may look like an ordinary migration crisis, but they are not. This is a political crisis created for a special purpose. The objective is to destabilize the situation in Europe, first time since the end of the Cold War 30 years ago. そして EU 全体への影響が語られています。 Over the weeks, we have provided ample evidence that it is the Belarusian regime that is bringing migrants to the border in order to transport these people then to Western Europe. Today, the target is Poland, but tomorrow it will be Germany, Belgium, France, or Spain. 実際ドイツにはすでに1万件を超すベラルーシルートの密入国が確認されています。 Lukashenko's and Putin's pressure is already being felt throughout Europe. ルカシェンコ氏が天然ガス供給を止めたらどうなるのかと発言したことが波紋を呼びました。 EU にとっては移民危機がエネルギー安全保障にも結びついているという意味です。 This is just the beginning. The dictators will not stop. ディクテイターズと複数形ですので、ルカシェンコ氏とプーチン氏が何をするかわからないという意味です。でこのところベラルーシ軍とロシア軍は核爆弾が搭載可能な爆撃機を投入するような合同軍事演習を繰り返していまして、さらにロシアは対立するウクライナとの国境周辺で大規模な軍事演習をして、今でも9万人規模の兵を配置しているとも言われています。移民危機による地域の混乱に歩調を合わせた軍事作戦への危機感が強まっています。とても物々しい内容なんですけれども、ここで描かれた状況感とか認識はポーランドと EU でほぼ足並みが揃っていると言えます。ベラルーシへの制裁を発表した23日にフォンデライヤン欧州委員長が演説した内容をご覧ください。 A particularly cruel form of hybrid threat has emerged with a state-sponsored instrumentalization of people for political ends. It is the European Union as a whole that is being challenged. This has been initiated and organized by the Lukashenko regime and its supporters. This is not a migration crisis.
This is the attempt of an authoritarian regime to try to destabilize its democratic neighbors. The whole of Europe stands united in solidarity. ただこれが攻撃なのかどうかをめぐっては EU 側とベラルーシ側の言い分は真っ向から対立しています。平たく言うと移民が来てしまったのか連れてきたのかという点になります。でシリアなどから100万人以上が押し寄せた2015年をはじめとして、これまでの移民難民問題はトルコやリビアといった経由国が、来てしまった移民をどうするのか、その先に向かうのを黙認するのか制止するのかというような焦点になってきました。原因は内戦であったりとか貧困とか経由国の外にある、ある意味受け身の立場だったわけです。ベラルーシのルカシェンコ氏は BBC のインタビューで移民がポーランド領に入るのをこちらが助けている全くあり得る話だということで、自国内では支援していることを強く示唆する一方で移民をベラルーシに連れてきたのかどうかについては否定しています。大統領府によるとルカシェンコ氏は政府内の会議で我々は世界中から難民を集めてベラルーシに連れてきたなどいない、我々は他の国と同じように合法的に来た人の入国を認めているだけだと発言しています。ご覧になっていただいた動画でもう一点注目したいのがポーランドのモラビエツキ首相、EU のフォンデライエン委員長、2人ともこれは移民危機ではないと口を合わせていることです。それは一体なぜなのか。2015年の難民危機の記憶が冷めやらない EU にとって移民や難民というのは受け入れをめぐって加盟国の足並みが乱れるセンシティブな問題になっています。でポーランドは2015年の危機の時には、難民の受け入れを拒んだ経緯もありまして、で強権的と言われる今のこのモラビエツキ政権は、難民受け入れ反対の急先鋒のような存在になっています。でベラルーシ側が要求する移民受け入れに応じないのは、ハイブリッド攻撃に屈するわけにはいかないということだけではなくて、受け入れると EU 内部の亀裂が表面化しかねないという事情もあると思います。この点がこのポーランド首相府の動画が触れていない点にも関係してきます。一言で言うと人権保護とか人道危機への対応という観点が全くないという部分です。で動画の中で暴力的な場面ばっかり出てくるんですけれども、実際には子どもとか、家族連れもたくさんいて、シリアとかアフガニスタンとか、難民に当たる可能性が高い人たちも非常に多い点があります。でポーランド政府はそうした難民申請希望者を国境の外に押し返すプッシュバックという対応を国内的に合法化して、どんどん押し返していまして、でさらにその非常事態宣言で国境3キロ圏内に、赤十字といった医療 NGO とかメディアを入れないと。で人道支援に制約をかけて人道危機的な状況がメディアを通じて報じられないように情報統制をしてきたと言えると思います。難民申請の希望者を国境の外に押し返すプッシュバックについては UNHCR 国連難民高等弁務官事務所も国際法違反であると明確に指摘しています。人権重視を看板にしている EU がそれを放っておくのかという疑問も湧くんですけれども、州委員会のヨハンソン委員がポーランド内務省との9月30日の会談の後にこんなふうに釘を刺してもいました。And I raised the issue and the importance of transparency and to make sure that we act when we protect our borders. We have to also to protect our values and the EU acquis. ただ、11月に移民危機をめぐる状況がどんどん緊迫していく中で EU の内部で結束を最優先する姿勢が強まっていって、その結果ポーランドを咎めるような空気がしぼんでいったということだと思います。でちょっと背景を補足すると、もともとポーランドと EU というのは非常に険悪な関係になっていました。右派で強権的な姿勢が目立つモラビエツキ政権が、司法や報道に介入したりとか、LGBT 性的少数者の権利を侵害しているとして EU が批判して対立がずっと続いてきてまして、で特に10月にポーランドの憲法裁判所が、EU 法はポーランドの憲法違反だという判断を示したことで、EU 内に衝撃が走りました。イギリスに続いて、ポーランドが EU を離脱するポレグジットという言葉が、できるぐらい、関係がきしんでまして、ポーランド国内でも EU への残留を求める大規模なデモが起きるといったような状況でした。でそういった中で国境で移民危機が同時並行に進んできたという状況になります。ポーランドや EU そして国際社会とさまざまなレベルで動揺とか波紋とか不安を引き起こしたという点で、ハイブリッド攻撃と見た場合かなりの破壊力を示したというふうには言えると思います。で今回の危機が収束したとしても隣国と緊張関係にある強権国家が、今回の手法を真似かねないという意味においても、今後への影響も非常に大きなものがあるだろうと私は思います。
最後までご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいね、ご意見ご感想をお待ちしております。ワルシャワは先日雪が降りまして、だいぶ寒くなってきました。またこの後、国境の現場に行ってきます。